はじめまして。そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。皆さんは日本人が会話の中で何度も maybe のような表現を使っているのを聞いたことがありますか？今日のエピソードでは、なぜ日本人がこの言葉をよく使うのかについてお話ししていきたいと思います。それではエピソードに入っていきましょう。まず、日本人が使う maybe にはいろいろな意味や使い方があります。一番わかりやすいのは多分という言葉です。例えば、明日パーティーに行く？多分のようにカジュアルな場面ではこれだけで使うこともできます。それ以外にも何々かもしれない、何々かななどいろいろな使い方があります。日本人が maybe のような表現をよく使う理由の一つは、はっきりとした言い方を避けるという文化があるからだと思います。以前のエピソード Why Japanese people avoid conflict? 日本人はなぜ対立を避けるのかでも話しましたが、日本人はいい人間関係を続けるために言葉の使い方を大切にします。人を傷つけたり嫌な気持ちにしないようにはっきりとした言い方をしないことも多いです。私はオンラインの日本語講師をしているのですが、生徒さんと教科書の問題を答え合わせしているときに、この文化の違いに気づいたことがあります。この時、生徒さんがある問題を間違えていたので、この問題は間違えてるかも、と言いました。すると生徒さんは、間違えてるかもしれないし、合ってるかもしれないってこと？と私に聞きました。私は間違えてますとはっきり言うと冷たくて怖い感じがしてしまうかなと思い、間違えてるかもと言いました。でも、はっきりとした言い方をしないことで、わかりにくい言い方になってしまったことを反省しました。そして、日本人は間違えることを恥ずかしいと思う人も多いです。これは以前のエピソード Why I struggle with self-esteem in Japan 日本社会で自己肯定感を持てなかった理由で詳しく話したので、よかったら聞いてみてください。間違えることを避けるということは、断言することを避けるということです。何々だよというよりも、多分何々だと思うという方が、間違っていた時も恥ずかしい思いをしないですよね。自分の意見を言ったり、知識を話すことに慣れていない人も多いので、このような言い方をした方が安心すると考えます。しかし、状況によっては自信がないように聞こえてしまったり、興味がないと思われてしまうこともあると思います。実は日本人は maybe をあまり深く考えたり意識せずに言っていることも多いです。今日話したような日本人の文化から口癖のように日常的に使っています。私は個人的にこの言葉に柔らかい印象や優しさを感じます。しかし、この細かいニュアンスが伝わらないと誤解されてしまうこともあるのだと思います。
なので、日本語を勉強している皆さんも、maybe のような表現を聞いたときは、相手の気持ちを考えているのかもしれないと考えてみてください。そうすると、もっと日本人ネイティブのニュアンスを感じられるようになると思います。はい、今回は日本人はなぜよく maybe を使うのかについて私の考えをお話ししました。皆さんはどんな言葉を会話の中でよく使いますか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。